今回は、コロコロコミックの付録カードについてまとめてみました。ジュエマと深い関係にある雑誌コロコロコミック。その付録のカードは時に環境を大きく覆します。今回はそんなカードたちを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。まず最初に紹介するのは、鬼神装甲バルボーグです。2002年の8月号の付録として初登場したこのカードは、3コストでダブルブレイカーの進化クリーチャーという、今でこそパッとしない性能ですが、当時は軽いコストでここまで強力なカードパワーを持ったカードは、かなり少なかったため、非文明のデッキで重宝されました。このカードの優れている点はいくつかありますが、やはり目を引くのは進化クリーチャーだという点です。このクリーチャーは進化クリーチャーのため、召喚酔いがなく、バトルゾーンに出てすぐに攻撃できます。1、2ターン目には火のクリーチャーを展開し、3ターン目にはバルボーグに進化して攻撃を開始、そのままダブルブレイカーのパワーを活かして相手を圧倒します。他にも、このクリーチャーは攻撃中に、自分の他の火のクリーチャーの数だけ火力が上がります。デュエルマスターズは昔からブロッカーが強いと決まっており、そのブロッカーに対して、最悪ブロックされても、一方的に相手のブロッカーを減らせるという圧をかけられるのは、この時期のカードとしてはかなり優秀です。進化クリーチャーのため進化元を用意しなくてはならず、そのためにタイムラグが発生してしまうのは仕方ありませんが、そのデメリットを差し引いても強力なパワーが、このバルボーグには備わっていました。非文明の進化クリーチャーということでつながりの深いカード、その名も音速ガトリングを紹介していこうと思います。このカードは4コストの進化クリーチャーで、進化条件は火のクリーチャーなら何でも大丈夫です。そしてバルボーグと同じようにダブルブレイカーであり、パワーアタッカープラス1000を持っています。元のパワーが6000あるので攻撃時のパワーは7000。これまたブロッカーに有利を取れるカードです。と、ここまで聞くと1コスト重いバルボーグという、少し控えめな印象がついてしまうことでしょう。ですがこのカードにはバルボーグとは決定的に違う点、その名も侵略が備わっています。この侵略という効果、ガトリングの場合の条件は、火の侵略者か火のヒューマノイドです。この条件を満たしたクリーチャーが攻撃する際に、なんとガトリングをそのクリーチャーの上に、コストを支払わずに進化させることができるのです。ガトリングの侵略条件を満たしているクリーチャーの中で、最もコストが軽いクリーチャーは2コスト、しかも条件付きでスピードアタッカーを持つクリーチャーもいて、最速で2ターン目にダブルブレイカーが飛んでくるという、今までの速攻デッキの常識を大きく破壊するデッキが完成しました。このカードもシンプルながら非常に強力なカードで、コロコロの付録カードでありながら当時の環境に躍り出て、大型大会に出場した多くの選手もこのカードを採用していました。今でこそ対抗馬であるレッドゾーンの活躍や、強力なシールドトリガーが追加されたことによって、目立った活躍はしていませんが、500円で買える雑誌のカードで大会に優勝できると考えると、このカードがいかに強力な1枚だったかがわかるかと思います。続いて紹介するのは嘘と盗みのエンターテイナー。このカードは人闇の4コストのカードで、他に自分のクリーチャーがいないとアタックされない効果と、相手がコストを支払わずにクリーチャーを場に出した場合、そのクリーチャーを破壊するという効果を持っています。まず一つ目の効果ですが、これはシンプルに強力です。この手の対策系カードは相手に攻撃されるのを嫌って、なかなか本人が攻撃に参加できないという欠陥を抱えています。それはデュエルマスターズのルール上、クリーチャーが攻撃する際にはカードを横向きにする、いわゆるタップという行為が必要になってきて、クリーチャーからクリーチャーへの攻撃は基本的に、タップされているクリーチャーしか攻撃できないからです。アンタップしている状態だとクリーチャーへの攻撃はできず、対策系カードの場合はそうすることで身を守ることができます。ですがこの嘘と盗みのエンターテイナーは、自分以外にクリーチャーがいれば攻撃されないという性質を持つ。つまりこのクリーチャーで攻撃しても反撃をもらう可能性は少ない。そのため純粋に攻撃の手数が増えるという点で有利になるのです。そしてこのカードの特徴とも言える踏み倒し対策。コストを支払わずにクリーチャーを場に出したら、そのクリーチャーが墓地に行くというこの効果。登場当時はサイキッククリーチャーへの対抗札としての活躍や、相手の動きを遅らせるといった意味での回答として使われて、それなりの活躍を見せていました。しかしこのカードが猛威を振るったのは革命ファイナル編。その時に登場したカード、青木団長ドギラゴン剣によって、このカードの価値は100倍にまで跳ね上がりました。
その効果ですが、まずはドギラゴン剣の革命チェンジ。これは非自然のコスト5以上のドラゴンが攻撃するときに、手札にあるドギラゴン剣と入れ替えることができるという効果です。その後自分の手札かマナゾーンから合計コストが6以下になるよう、多色クリーチャーを場に出すことができるのです。そしてさらにドギラゴン剣の効果で自分の多色クリーチャーは、すべてスピードアタッカーになります。このカードは登場から間もなく瞬く間に環境を席巻し、その後極めて長い期間環境の頂点に君臨し続けました。そんなドギラゴン剣と嘘と盗みのエンターテイナーは、まるで狙って作ったかのごとく相性がいいのです。まずこのカードはコスト4で、ドギラゴン剣のチェンジ元の条件はコスト5以上。つまり、4マナで嘘と盗みのエンターテイナーを出し、次のターンに5マナを払うことでドギラゴン剣に繋がります。とは言ってもこのコンボはこの2枚の真骨頂ではありません。というのも、嘘と盗みのエンターテイナーは多色カードなので、ドギラゴン剣の革命チェンジ時の能力で場に出すことができます。そしてそのままドギラゴン剣の効果でスピードアタッカーになり、隣にはドギラゴン剣がいるため攻撃されない効果も発動し、自身の踏み倒し対策効果を遺憾なく発揮したまま、相手への攻撃に参加することができるという優れものです。この踏み倒し対策効果も相手のドギラゴン剣への対策、つまりミラーマッチへの対策として採用されていたカードなのです。それだけ当時の環境にはドギラゴン剣がはびこっていたとわかります。ちなみにこのカードですが、このあたりまでは踏み倒し対策として、明確な役割を獲得することができていたのでいいのですが、後にガチャレンジ召喚が流行った結果、このクリーチャーはお役御免となり、今ではほとんど見ないカードとなってしまいました。次に紹介するのは超特級弾丸王です。コスト6のジョーカーズを持つ無色のクリーチャーで、場に出たターンに相手プレイヤーに攻撃でき、他のジョーカーズの数だけブレイク枚数が上がります。素でダブルブレイカーを持っているので、3体いればワールドブレイク、2体だけでもクアトロブレイカーになるので、他の2体と合わせると、4プラス1プラス1でダイレクトアタックまで持ち込むことが可能です。確かにこのままでも強力なカードですがこのカードの本当の強さは、このカードがジョーカーズを持っているということにあります。このジョーカーズという種族はサポートが豊富で、常にジョーカーズのコストを下げるやったれマンや、1マナでジョーカーズをサーチできるジョジョーカーズ、攻撃時に打点を大幅に増強するナッシングゼロなど、無色という点やジョーカーズという点で大幅な強化をもらえます。そのため、純粋なカードパワーが高いこのカードは優秀な1枚で、ジョーカーズが環境を取るために大きく貢献した1枚です。さてそんなジョーカーズからもう1枚カードを紹介します。次に紹介するのはデンジャラス G さんです。先に仮面の呪文の効果について解説していきます。コスト5のシールドトリガーで、気に入らねえ奴は消すといえば、相手のクリーチャーの効果を全て無効化できます。この相手のクリーチャーの効果とは、ブレイカー系の能力も対象で、シールドトリガーから発動するとリーサルまでの打点がずれ、相手は攻撃を停止せざるを得ないというメリットがあります。登場当時はこの仮面ばかりが使われていましたが、つい最近とあるコンボの発見により事態は急変しました。コンボの指導はコスト5以上のジョーカーズクリーチャーの攻撃。その時に手札からジョギラゴン&ジョニー J の旅路を、ドギラゴン剣のように革命チェンジ効果で場に出します。登場時効果でカードを1枚引き、1枚捨てます。こうしてジョーカーズを捨てると、そのジョーカーズが持つ、場に出た時に発動する効果を使用することができるのです。ここで G さんの効果を発動し、シールドいらねえと言います。すると旅路をギャラクシーブレイカーにすることができるので、そのままお互いのシールドを全て粉砕することが可能です。ここでシールドトリガーかつスピードアタッカーのカードを出し、ガラ空きになった相手にダイレクトアタックを叩き込みます。このデッキの登場により、このカードは一躍日の目を見ることに、環境でもたびたび目撃するという嬉しい状況になりました。ちなみにこのデッキはカードの効果で叫ぶ必要がある上、その言葉が物騒ったらあやしないことから、赤単蛮族という名前で呼ばれています。みんなどんなデッキ使ってるの？俺は蛮族。この会話が成り立つのが今のデュエルマスターズです。今回は、サムネにもなっているコロコロの付録について、小ネタを交えながら紹介してきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。